はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのは聖ヨハネ大聖堂ということで、今私たちがいるのはリヨンでございます。今回はね、リヨンの裏道散歩へ皆様をご案内いたしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今私たちの目の前に見えているのがこのサンジャン大聖堂ということで、立派な建物だよねこれ12世紀から建築が始まったという建物で、なんとね建築が終わるまでに300年ぐらいかかってるんですって。だからその300年って言ったらさ、その間に建築様式どんどん技術とか進んでいきますから終わった時にはルネサンス様式が来ていたというね、そういう建物なんですけども、ただ始まった時はゴシックなので見てください。正面の扉、上にあるのはね、とんがったアーチになってるでしょう。これが尖塔アーチと言いまして、ゴシック様式の典型的なアーチでしたよね。じゃあゴシック様式以外のアーチってどういうものがあるのっていうと、実はねその隣にこの大聖堂よりも様式が古い建物がありましてね、ここはね現在はこの大聖堂の宝物館になっているんですが、ここのさアーチ、一番向こう側が分かりやすいかな。ここに入り口があってさ、でここにアーチがあるじゃない。わかる？これがねいわゆるロマネスクアーチと言いまして、これ半円形になっているんだよね。この半円形のアーチ、ロマネスクアーチというところから、だいたい12世紀頃になるとこのようなとんがったアーチ、ゴシックアーチ、尖塔アーチというものが現れる。なんでとんがっているか、それはね天井を石なんかにして非常に重たいものを建築の中に取り入れていくんだけども、その中にその重さをですね下に効率よく伝えることができるようにしたっていうのがこのアーチなんですね。そのようにするとこのような建物を巨大化することもできて、ステンドグラスなんかも開けられるよと。だからこんなところにバラ窓なんかが出てくるわけなのですね。はい、素晴らしいでしょう。これが、聖ヨハネ大聖堂でございます。リヨンのね本当に旧市街を象徴するような建物なんですけども、聖ヨハネって誰かっていうと、ここに噴水があるんですね。この噴水は19世紀に作られたものなんだけども、ここにさいるのがイエス、手前がイエスね、後ろが洗礼者ヨハネ。そう、聖ヨハネというのは洗礼をした人物なんですね、イエスのね。はい、後ろにいるのが洗礼者ヨハネです。洗礼者ヨハネはね洗礼をしましたから、だからそこがちょうど噴水のようになっているわけね。この水は飲むことができないんだけども、こんな風にしてね水を水が触ることができる涼しげな感じでしょ噴水の前にちょっと、オレンジジュースがあって倒してしまいましたね。今直しましたが、はい、ということで、おっと鐘が鳴った。いい感じじゃないか。はい、このね噴水から見えるこの大聖堂っていう絵もなかなかなんじゃないでしょうか。ということでね、現在私たちがいるのはフランスのほんと真ん中ぐらいかな、ちょっと南リヨンというところの旧市街地をこれから紹介していこうと思いますと。このね旧市街のすぐ後ろには何があるかというとですね、さあ見てください。このようなね丘になっているわけね。フルビエールの丘と言います。そしてそのフルビエールの丘の上にはなんかさサクレクルみたいなものが見えるでしょ。わかるかな。ほらあれサクレクルみたいなのがあるよね。あれが、バジリカと言いまして、丘の上にあるわけ。サクレクールみたいなさ本当に感じになってるわけでね。このリヨンの街っていうのはこのフルビエールの丘がまず発展していくわけ。リヨンはね非常に古い街なんですよ。だいたいね古代ローマ人がフルビエールの丘の上にコロニーといって町を築いたというのがリヨンのね始まりでありまして、ただほら丘の上でしょ。敵から攻めてきた時に防御しやすいんだけども、食料を運ぶの大変だったり水を確保するのが大変だったりして、その中世になるとその丘の下にみんな降りてくるわけということで、まずは丘の上が発達するんだけど、その後に丘の麓が
発展していくわけね。これ中世からルネサンスにかけて。しかしさ、問題はさ、この大聖堂の後ろ側には川が流れてるのね。ソーヌ川って言うんだけど、そのソーヌ川とこの丘に挟まれた、なんていうのかな、帯状のものすごく細い狭い部分に旧市街が発展していくわけだから、この狭い部分にできるだけ建物を建てようと思ってギッチギチに建てるわけね。で建物を建てたとしても、そこを非常に高層な、当時としてはね、高層な建物にして、そして人々をいっぱい住ませるわけなんだけども、ほらそうするとさ、道つくのも嫌なわけよ。できるだけ住居にしたいから。じゃあどのようにしてその流通だとか人の流れ、そういうものを確保するかっていうところで作ったのが抜け道なんですよ。トラブールって言うんだけど、でそういうねトラブールっていうのがこの旧市街の中で一般の私たちも、基本私有地なんだけど、一般の私たちも観光できるように整備されているのがリヨンの旧市街の面白いところなわけ。ということでね、リヨンの旧市街というとトラブルっていうものがすぐ出てくるわけですよ。ということで私たちもね、今回このリヨンの旧市街の魅力を見ながらね、このトラブルというところもいろいろ皆さんに紹介していきたいと思います。さあ、私たちもね、先ほどの教会、大聖堂の前にあるね、その実は目抜き通りはサンジャン通りっつうんだけど、そこからちょっとだけ離れたところね、裏道を通ってきましたアントナン通りというところでしたね。そしてこの上に広がっているのがクルビエールの丘よ。わかる？この上にはさ、あのようにバジリカがあるよね。はい。そしてこの丘のふもとに町が広がって、旧市街が広がっていくわけなんだけども、ここのね道がねなかなかいいんだよね。クドゥブフビーフ通りっつんだけどさ、ここがリヨンの中でも最も古い道になっているわけよ。いい感じでしょ。そしてあの丘に行くためにはどうすればいいかっつうとさ、こんなところに階段があるんだよ。ここの階段をずっと登ることによって丘の上まで行くことができるわけね。けどこれすっげえ大変よ、ここ登っていくのはね。だから現在ではケーブルカーなんかが整備されていてですね、ケーブルカーで登っていくことができます。はい。さあ、このね古い道なんですけども、一個さ有名なレストランがあるんだよ。左手にも看板が見えているんだけど、キャトーズフェブリエと書いてある。2月14日ってさ、あれじゃん、バレンタインの日だよ。はい、2月14日という名前のレストランが実はねここにありまして、ミシュランの星がついているんですね。見てよ、ほらこれね、ミシュランの星がついているキャトーズフェブリエというお店なんですけども、ここはね日本人の剛新井さんという方がシェフをやっているところでね、このメニューはコースは110ユーロなんですよ。でここはさ、そのグループがあってね、でサントバレンタイン村っていうところがあって、そこにもレストランがあってね、実は私食べたことあるんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。だからねここもね絶対美味しいと思うんですけど、和牛だよ日本の文化とフレンチの融合という感じですよね。さあ、ここにね皆さんを連れてきたのは、早速一つ目のトラブルを紹介するためなんですね。一旦普通の入り口に見えるでしょ。けどもこの入り口のさ左側にこういうパネルがついているわけ。ここは私有地なんだけども、このパリ市とねここに住んでいる住人の人たちが合意することによってここをね観光可能にしているんですよ。ということでこの迷路のようなトラブル入っていくよ。さあどうだい。ここはねレンヌの中でも最も長いトラブルと言われているところで、トラブルはねこのようなぎっしりと立ってある建物の隙間に作った抜け道なんだよね。ここほらバーツが書いてある。
これタシュロンっていう職人のサインだろうな。そしてここの上なんかに行くとまた天井が開いている中庭に出るわけね。さあこんな感じでさ、迷路みたいになっているんだけども、これがさ本当に土地が全然ない狭い場所に建物をぎゅうぎゅうに詰めなきゃいけなかった当時の人たちの生活の知恵だったわけね。このようにすれば大きな道を設定しなくても、このように建物の間を通り抜けることができるでしょ。そしてこれは風の通り道にすることによって少しさ、この辺の換気なんかも良くすることができるんだよね。で今のところに1個中庭があったけど、またここに新しい中庭が出てきましたよ。でね、トラブールの一つのこれ中庭の特徴はね、まずはこれなんだよ。階段ね。階段があることによって今度は高くつなげたね家々のその縦のライン、アクセスを可能にするっていうこと。そして上に登ると今度はこのような渡り廊下、バルコニーになっていて、そしてここはいいよね。空中庭園みたいになってんだけどさ、こういう感じでね、縦も、そして縦へ行った時には今度はこういう渡り廊下で横のラインもという感じで、いろんなアクセスをね作ることができるということなんです。でもう一つね特徴的なのはこれなんだよ。これわかる？これなんだか。これ電話ボックスじゃないよ。これね井戸です。こういうね中庭には必ず井戸というものがありました。さあそしてこの先さらに進んでいきましょう。おお暗いね。電気落ち着いた。こんな感じでさ、なんかドラクエの世界だよね。またねこういうふうな中庭に来ましたよ。ほらこんな感じ。けどここって私有地でしょ。住んでる人いるんでしょ。こんなとこ勝手に入っていいのって感じなんだけどさ、これはリヨン市とここの住人の人たちで合意が取れているわけね。向こうからまた誰かやってきてるね。さあそしてここを出るとですね、ここの正面に出てくる建物がこれがね裁判所なんです。ちょうどね私たちこれ裁判所の裏手でございます。ここにだからアレゴリーがいるんだけども、このコンボじゃなくてなんだっけ、フェソって言ったっけな、これなんか権力の象徴後ろにライオンがいますけども、力のアレゴリー像ですね。そして右にいるのはこれは剣を持ってて、で左手には天秤を持っているこれ正義のアレゴリー像でございます。こんな感じでね、今私たちはサンジャン通りにもう一回出てきました。サンジャン通りってわかるかな。ここさ、ここ突き当たり一つポンと頭1個出てる建物ね、あれ先ほど私たちが出発したサンジャン大聖堂ね、あんなところに私たちの出発点があって、ここがね現在リヨンの目抜き通りになっております。サンジャン通りというところですね。聖ヨハネ通りというところにやってまいりました。ここがね結構な繁華街になっているんだけども、ここにはねレストランだとかいろんなものがあります。そしてさ見てよ、ここにこれ一つのさリヨンの名物なんだけど、このピンクのけばけばしい感じねえ、見てよこれプラリネって言ってさ、なんかブリオッシュにこのアーモンドとかピーナッツに、ピンク色の砂糖をまぶしたね食べ物、そういうものをねこういう、パンダとかそういうものに、練り込んで焼いているもの、プラリネっつうんだけど、これねリヨンでたくさん売っております。さあサンジャン通りをそのままね通り過ぎて、進んでおりますが、角にはこんな彫刻、これあれだよ、洗礼使ヨハネですね。
はい、サンジャンバティストがおりました。ここがねサンジャン通りっていうことだから、ああいう風にね、彫刻があるということでしょう。賑やかでしょう。こんなところがリヨンの旧市街のまさにね目抜き通りになっているんです。先ほどトラブルを紹介しましたけども、またもう一つトラブルを紹介しましょう。それがここなんですね。ちょうどさ、ここにさまたプラリネのパンがあるんだけど、これも美味しそうでしょね。これもすげえ美味しそうなものなんだけども、またここにこのようなプレートがありまして、ここちょっと入っていこう。ここさ、こういうふうにボタンを押すと開くようになって重たい。よいしょ、重たいよ、というふうになっているんだよね。さあまた冒険の始まりよ、こんな感じでトラブルを行きますよ。観光ねしてる人たちも結構いるんだけれども、このようにね開放されているトラブルなんかもこういうふうにしてあるわけです。さあここがまたこういう中庭になっていてさ、先ほどのところと少し似ているでしょう。でここはねこのように階段になってるわけよ。階段になっていて、ここを登ることによって縦のこれがアクセスが可能になって、いやーいい感じ。そして縦に行ったら今度はこの渡り廊下を渡ることによって違う建物に行くことができるっていうことね。でさ、ここさ実は僕リヨンっていうのはね初めてじゃなくて、僕はね一時期住んでたんですよ。すごい短い時間だったんだけど、でこのリヨンっていうところ、僕ガイド資格取った場所なんですよね。でリヨンの大学に1年間通ってガイド資格を取ったんだけど、実はねここ僕のね定期テストの実習をやったところです。この階段見てよ、これ穴が開いてるわけ。この階段の下にはカーブって言って地下倉庫があるんだけど、ここに穴を開けることによってこの階段のね、明かりをそこに取ることができるということなんですね。ということでここはね私のねガイド資格試験時代の思い出の場所よ。思い出すね、まさかねこんな感じで YouTube をここでやるとは思ってなかったけど、さあここで開かないじゃん。何これ、開かないんだけど。入ったはい、ということでまたここに出ましたね。このね本当に裏道のようなところにもう一回出ましたけども、はい、じゃあここに進んでいこう。ここはトアマリという三人のマリア通りっていう、ここもなかなかの渋い裏道ですよ。いい感じでしょ。こうやってねすごい古い家がこういうところに並んでんだよね。リヨンというところは、ここは旧市街なんだけども、旧市街といっても、大体12世紀から、14世紀15世紀頃にここはすごい発達していくわけね。特に15世紀はイタリアで内乱があって、その内乱を避けるためにこのリヨンにやってきた裕福な商人たち、特に銀行家なんかがいたみたいなんだけど、そういう人たちがやってくることによってイタリアルネッサンスがここで花開くということになっていくわけだからね、非常にね、美しい邸宅がこういうところに作られていくんだけども、ここさ三人のマリア通りっていう場所だったでしょ。ここにいるのよ。ここにいるのが3人のマリア、こっちだ3人のマリア。聖書にはさマリアって言えばイエスのお母さんなんだけど、聖書の中にマリアっていっぱい出てくるわけね。はい、でそんなね彫刻があるからそんな名前がついております。そしてトラブールっていうところは私有地って話をしたんだけども、いくつかのトラブールは、リヨン市とこの共同住人たちが合意してね観光してもいいですよっていう形になっています。しかしその合意できてないんだけどトラブールがあるっていうのもいっぱい合意できてないトラブールっていうのもたくさんあるわけね。でどういうふうに見分けるかというと、これは扉の上開いてるじゃないですか。わかるこれ
これなんかガラスがはまってなくて普通に開いてるじゃない。こういう感じで空気の通り抜けるようになっているところというのは基本的にトラブルになっているわけよ。例えばさ、ここにもう一回扉出てきたけど、この扉ほらガラスでねこういう風にはまってるでしょ。こういうところは普通のなんていうのアーチ扉なんだけど、上が空間空いてるところはそこがね抜け道になっていることが非常に多いということでね、私が紹介するのは本当に限られたトラブルなんだけど、たくさんそれ以外にもあるっていうことをね、クジラ広場というところなので、このねクジラの浮き彫り彫刻があるということなんですね。ここはほらレストラン街になってていい感じの場所でしょ。本当にリヨンってさいいとこよね。こんな感じでねリヨンの旧市街が広がっているわけ。正面に見えているのがまたリヨンの目抜き通りのサンジャン通りね、聖ヨハネ通りでございます。またねちょっとしたトラブル紹介しますよ。もう一回ね目抜き通りに戻ってきましたけども、今度はねなかなか隠れているトラブルをちょっと紹介しようと思ってるよ。さあうまく入ることができるかな。ここなんだよ。このさなんていうのモスグリーンツのこの扉も実はトラブルになっているんですね。18番地です。さあ開くかな。ここのボタンを押して押し開いた。さあこんなところなんです。どうよ、いい感じでしょ。ここにはまた天井見て、天井これゴシック様式の肋骨丘陵が出てきましたね。そしてここにはエレガントなこの螺旋階段よ。さあこのままここのトラブル進んでいくとこんな空間に出るんですね。さあ見てください。これどうよ、これなかなかな感じでしょ。こういうのがさ先ほどのファッサードの後ろに隠れているわけよ。すごくないこれね。こんな感じになってんだよね。でここもさ、やっぱり先ほどのトラブルと同じようにまずは一つは階段だよね。階段でこの上下のアクセスを確保すると。そしてその階段の上に登ったら今度はそこが渡り廊下になっているわけよ。こういうふうにこれロッジアといってね、当時イタリアで流行っていた様式だよね。そしてこういうふうに別の建物に移動することができて、またここはロッジアのような渡り廊下、これはベランダですねになっているわけですよ。そして井戸もちゃんとここにあります。井戸ね、井戸階段という感じですよ。そしてここは今ね行き止まりになってしまってるんだけども、ここはかつて通り抜けができるようになっていた場所なのよ。だからほら向こう側に外が見えるでしょ。現在はここがレストランになってしまっているのでここで行き止まりになっていますが、かつてはここがちゃんとねトラブルになっておりました。でここのトラブルはちょっとこのゴシック様式のものをね残している感じがするよね。この交差丘陵、そういうものが見えて、ほらこの天井がゴシック様式のね建築みたいになっているでしょ。ということでもう一回トラブルを出ていきましょう。よいしょ。なんかこのトラブルをね散策していると、なんかその公共の場に出たりプライベートな場所になったりっていう感じで、ただ旧市街を、散策しているだけでもすごくバリエーションがあって面白いでしょ。さあそしてね今私たちはプラス・ドゥ・グベルヌモンという場所、これ失政者広場とでも訳すのかな、総督広場って感じかな。ここがねその16世紀17世紀にリヨンを仕切っていた、行政を司っていた人がいた建物なので、そのような名前になっておりますと。でこの広場のこのね
執政官っていうのかな、執政官がお客さんがいた時に泊めていた場所がここのホテルみたいになっているところでね、実はここの1階部分もここの下トラブルになっていて、向こう側に抜けることができます。でもうこれ向こう側抜けたらね、なんともうそのままあれよ、ソーヌ川ね、ソーヌ川になっていると。だからもう本当にね、その丘と川に挟まれた細長い帯状のところにこの発展しているのがリヨンの旧市街なわけね。そんなところだからなかなかね、その場所がないのでトラブールのような抜け道をいろいろと設置しているわけです。さあここにはね、今度はリヨンの一つの名物であるギニョルという人形が出てきました。かわいいね。ここにもいいんじゃん。でさ、このなんか酔っ払いみたいな人が、フロニャンって言って、でこっちがギニョルっていう、そういう登場人物だったと思ったな。このね、人形キャラクターが作られたのがこれね、リヨンと言われているんですね。リヨンはね、織物の職人で有名だった町なんだけども、その織物職人の一人だった人がですね、そのフランス革命があると仕事がなくなってしまうんですよ。というのはね、リオの職人たちは絹織物をよく作っていたんだけど、絹織物の買っていた人っていうのはフランス王家だったり貴族だったりするから、でフランス革命でその貴族とか王族いなくなっちゃったから、彼ら失業していくんだけど、そこでね、先ほどの職人が歯医者さんになるわけなんでって感じなんだけど、で歯医者って言っても虫歯を引っこ抜くっていうような歯医者さんで、そのね、痛いわけじゃない。だから痛いからそれを紛らわせるために人形劇をやって人の気を散らしたっていうね、そういうふうにして人形が、このリオンの人形ができたらしいんだけどさ、ただリオンの人形っつってもそれギニョルだけじゃなくて、こういうキャラクターもいるんですよ、リオンにはね。これ星の王子様ね、星の王子様の専門店がリオンにある理由というのはちゃんとございまして、この星の王子様の作者であるサンテジュペリを言えたよ。サンテジュペリはまた噛んじゃった。今度はリヨン出身なんだよね。リヨン出身の1900年に生まれた人なので、こういうね、リヨンの町にはサンテジュペリ言えてんのかなのこういうお店があるということなんですよ。さあまたね、私たちはこの裏道に入ってきたんだけども、目の前には豪邸が見えておりますよ。ミュゼ・ガダーニュといって、現在は博物館になっていて、ここはね、リヨン市歴史博物館でございます。リヨンの歴史をずっと紹介しているところで、リヨンの歴史に欠かせないのはそれはギニョルでしょということで、ギニョルのこの人形の博物館にもなっていますと。ここにはほら、時計仕掛け、機械仕掛けの振り子時計ありますけども、これ定時になるとこのね、人形たちが鐘をつくという感じになっております。でこのね、ガダーニュというのは、これガダーニュ家という人が実はここに住んでいたんですよ。ガダーニュ家の人々はね、もともとはフィレンツェの銀行家だったらしい。でここに、リオにね、自分たちの邸宅を建てて、ものすごくお金持ちだったらしいんだわ。だから今まで通ったトラブールなんていうところは、あれは共同住宅地だったんだけども、ここはガダーニュさんだけが持っている土地ね。すごいでしょ。一つの家族でこんなにでかい邸宅持ってんだよ。ちなみにさ、ここの横に階段があるけど、この階段はそのまま登っていくとまたフルビエルの丘に行けるということね。でこのね、ガダーニュ家というのは非常に大きなリヨンでは力を持っていて、リヨンではね、ガダーニュ家のようにお金持ちだなんていう言葉もできていたそうですよ。それではね、もう一度三山教会の方に私たちは戻っていくんですけども、わかる？この木の後ろにさ、国旗が見えてきたね。これフランスの国旗でございます。でその国旗の手前にはヨーロッパのEU の旗、そしてその後ろにはリヨンの旗なんだけども、ちょっと
木に隠れて見えづらいかもしれないんだけど、はい、ここがね、旗の下にすぐにメリード・サンケム・アゴンディスモンと書いてあります。はい、ここはね、リヨン5区の区役所でございます。そうなんだよ。リヨンもねパリみたいに区に分かれていて、そして、リヨンは全部で9区に分かれているんでね。そしてここは5区にあたりますので、5区の区役所がこんなところにあるということなんです。はい、そしてもう一度私たちは一番初めに通った場所をル・ドゥ・ブッフ、ビフ通りというところに戻ってまいりました。フォニャンとギニョルやね、こんな風にしてリヨンの一つのヒーローでございます。ということでさ、リヨンのこの旧市街っつうのはいろいろと見応えがあるよね。こんな古い家が並んでいるというところだし、このようにね古い道が今でもこうやって残っていて、なんかほらいい感じじゃないこれねえ。天気もいいし最高よ。いい感じいい感じ。やっぱこういう建物、地震がないとはいえね残っているのがやっぱすごいね。でこのさ、なんていうの、看板もいいよね。こういうあれちょっとこれちゃんと看板見えてるのかな、ちょっと明るくて分かんないけど、私には綺麗な看板が見えていました。皆さんには見ていたのかな、分かんないけど、はい。ということでル・ドゥ・ブフというところを私たちは行っているんだけども、このね先に少し行くとまたレストラン街が広がっていて、美味しそうなね、匂いがしてくるんだけども、リヨンといえば美食の街と言われております。そしてそこで有名なのがブッション・リヨネというんですよ。ブッション・リヨネっていうのはリヨンのねスペシャリティっていうの、リヨンの名産品を出すお店のことなんだけども、そのブッションというのはもともとね、その馬で旅をしていた人たちが馬をその旅館につないで、そしてその馬をブラッシングする時のそのブラシがかつては藁を束ねたものだったらしいね。でその藁を束ねたものをブッションって言って、藁で束ねたもので馬をブラッシングするのをブショネっていうらしい。でそっから来たんじゃないかって言われていてね、つまり旅している旅人たちがね馬をつなぎ止めて、そこで休んで食事ができるようなところがそのままリヨンのレストラン、リヨンの名物を出すレストランになったっていうことですよ。でこれ考えてみれば旅籠と一緒ね。旅籠っていうのも旅の籠って書くけどさ、その籠っていうのはもともと馬に餌をやるための籠らしいですね。私もこのブッショネっていうものを調べるときに旅籠に近いのかなと思ったときにね、それで知りましたけども、はい、だからその馬の餌をあげるカゴっていうのが、そのままね今度は旅館のそこで食べて泊まれる旅館の名前になったっていうことでね、ブーショネと似てるかなという感じがいたします。はい、ということでね、私たちのこの裏道散歩も最終局面に入ってきました。こういうふうになかなか立派な門があるんですけども、この門をこれから通っていきたいと思います。この中にはなかなかね素敵なトラブルがあるんですね。先ほどのトラブルを行くと見てください。こんな中庭に出ましてね、この扉も古そうですけども、この扉はオートドックスの教会がもともとあったところで、さあ振り返るよ。準備はいい？見てよこれ、こんな感じの中庭が広がっているということなんですよ。素晴らしいでしょう。ここはもともと税金を徴収する役人の館だったらしいね。なんかその税金を集める人はなんかズルしてんのかね。なんかいつもこういう豪邸に住んでますけど、はい。
ということでね、この真ん中にある塔みたいなものはこれは階段ね、階段になってるんだけど、ほら建物よりも階段の方が上になってるでしょ。だからこれは権力とかさ、富の象徴になっているんだよね。そしてその周りはこのように建物が囲んでいると。トラブールといえばその階段とそして井戸だったんだけども、井戸はここにあります。見てよこれ、なんか本当にドラクエに出てくるような井戸だよね。私たちのイメージする井戸っていう感じだけど、そしてここには忠誠を思わせるような扉なんかもあります。本当にね、素敵な場所になっていますよ。はい。ということでね、こういう風な本当にリヨンの旧市街っていうのは、もちろんね、目抜き通りを歩いてお土産屋さんを覗いてなんていうのでも非常に面白いんだけども、そこから一つ裏道に入るとこんな隠された中庭が広がっているというのが、これがねリヨンの旧市街の面白さでございます。まさにね、私はここでガイド資格を取ったんだけども、こんな風にして裏道を歩きながら隠れたものを紹介するなんていうところでガイドね資格を受けたので、この裏道を行ってみんなが知らないものをこれから紹介していくっていうね、そんな感じでこれからもやっていきたいと思います。ということで今回はこの辺にしておきましょう。ありがとうございました。はい、ということで今回はリヨンの旧市街にあるトラブルを紹介いたしました。素敵なところでしょ。本当にね、ただ旧市街の目抜き通りを歩くだけではなく、こんな裏道にもぜひチャレンジしてみてください。ということで今回この辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。読むの楽しみにしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。